この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。とうとうやってきましたね。Arduino Uno 9が発売されました。一見的にはこの Arduino 9、次世代の Arduino かと思っているんですけども、今日はこれを実際に使ってみて、どういったコンセプトの製品なのか、今までの Arduino とどういった点が違うのかというのを見ていきます。その前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。ディジキーでこれまで電子部品を購入したことのある方、もしくはこれから電子部品を購入するかもしれない方に必見の情報です。ディジキーが今年もちょっと早めの福袋キャンペーンを実施しています。普段は購入できない非売品グッズを詰め合わせたディジキー福袋を応募者全員にプレゼントしています。中身は届いてからのお楽しみですが、運が良ければプレミアム版のノベルティも当たります。ディジキーで部品を買ったことのある方、ぜひ応募してみてください。また今年8月に行ったエレキ万博に参加していただいて、かつディジキーで部品を購入していただいた方全員に1件のアクリルスタンドをプレゼントするキャンペーンを実施中です。該当している人は11月7日にディジキーからメールが届いているかと思うので、ぜひチェックしてみてください。それでは概要欄のリンクからご応募お待ちしております。早速 Arduino Uno 9の外観を見ていきます。これまで歴代の Arduino Uno R3 や R4 ミニマと比べると基板上に載っている部品の配置だとか密度なんかもだいぶ違ってきていますね。かなり高密度に IC 類が実装されています。これまでの機種の Uno R4 Wi-Fi と割と近いかなって感じですね。ただ基本的なフォームファクターについてはこれまでと同じです。Uno 9の部品の構成を詳しく見ていきます。こちら中央部分にクアルコムの SoC QRB2210 があります。なんとですね、Arduino はこれまで基本的にマイコンだったんですけども、Uno 9ではシングルボードコンピューターのようになりました。この上で Linux が動きます。SoC のスペック的には Cortex A53-2GHz、4コアで GPU 内蔵なので結構良いのではないかと思います。シングルボードコンピューターになってしまったからマイコン機能は失われてしまったかというとそんなことはなくて、こちらの裏側ですね。この部分にしっかりとマイコンも載っています。ST マイクロエレクトロニクスの STM32U585 です。これは ARM Cortex M33 が載っています。動作周波数は 160MHz で 2MB のフラッシュメモリー、786KB の SRAM が搭載されています。ちなみにリアルタイム OS である ZephyrOS が走っているそうです。R4 ミニマに搭載されているマイコンはルネサス製で動作周波数は 48MHz、256KB のフラッシュメモリー、32KB の SRAM だったことを考えるとスペック的にはかなり向上しています。Uno 9はリアルタイム OS を積んでいるので単純な比較はできませんが数倍速くなっていそうな雰囲気がします。メモリーについても別途搭載されていて 2GB の RAM と裏側に16GB の eMMC が搭載されています。ラズパイのように SD カードから OS とかデータ読み込んでとかするよりかはよっぽど速くなりますね。後でやってみますが、シングルボードコンピューター上でプログラムを書いて、それをマイコンに書き込むみたいなこともできます。つまりこれ1台で開発が完結するわけです。裏面を見てみるとこの部分に2つ別途ソケットが生えています。これはマイコンや SoC のピンにつながっていたりアナログ信号の入出力に使えるようなものとなっています。さすがにですね、これだけピン数のあるマイコンや SoC を使っているので Arduino Uno シリーズの標準のピン数だけしか使えないのはもったいないですからね。あとは Uno R4 Wi-Fi の時にあったようなマトリックス LED もあります。あと無線モジュールがついていて 2.4GB と 5GHz の Wi-Fi が使えたり Bluetooth 5.1 が使えたりもします。今回こちらの Uno 9スポンサーのディジキーから購入したのですが、箱や基板の上に技適マークはありませんでした。FCC マークはあるので、今回は技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を使って動かしてみます。ちなみに以前にも似たようなことがあって、ディジキーでラズパイ5を購入した時に発売当初技適マークはついていませんでした。1年後くらいに再度購入したら基板に技適マークが印刷されていたので、Arduino Uno 9ももしかしたらそのうち技適がつくかもしれません。また半年後か1年ぐらいに買ってみることにします。価格についてはディジキーで7000円程度でした。ここら辺は低価格シングルボードコンピューターかなっていう値段かと思います。イメージとしてはラズパイ4より少し安いかなくらいな感じです。
というわけで、ここからは実際に UNO-Q を使っていきます。使い方は実は色々あるんですね。従来のようにパソコンにつないでマイコンをプログラムするやり方であったり、これ自体がシングルボードコンピューターなので、この上でプログラムを書いてマイコンを動かしたり、あとは SOC とマイコンを組み合わせてハイブリッド的な動作をさせることもできます。まずは従来通りパソコンと USB ケーブルで接続してプログラムする方法です。実際 L 地下のプログラムを書き込んでみましょう。ここ見ててくださいね。はい。こんな感じで L 地下しっかりとしていますね。UNO-Q は無線モジュールついていますので、USB ケーブルを接続しないでも Wi-Fi 経由で書き込むこともできます。実際に書き込むと、はい。このように L 地下できましたね。Wi-Fi 経由でもプログラムを書き込めました。USB ケーブルで接続しないでも無線で書き込めるっての結構便利だと思うんですけど、皆さんどう思いますでしょうか？ Arduino IDE を使う場合は、これまで通り C 言語ベースの Arduino 言語が使えます。このあたりについては従来通りといったところですね。次もパソコンと接続するやり方なんですけども、Arduino IDE ではなくて Arduino AppLab を組み合わせてみます。これは Arduino UNO-Q 向けの新しい開発環境です。これを使うことで SOC とマイコンを組み合わせてさらに色々なことができるようになります。こちらのエグザンプルの部分に色々作例があるので試してみます。例えばこの Weather Forecast とかやってみますか。ReadMe の部分にどういう風に動作するとか、そのあたりが全部書いてありますね。クアルコムの SOC の、シングルボードコンピューター部分でネットに接続して天気予報のデータを持ってくると。その情報を色々処理してマイコンを使ってマトリックス LED に天気を表示させるというものです。こちら見てわかる通り、マイコンと SOC がつながっているので、それぞれを連携してかなり幅広いことができるんですね。こちらのファイルのところに Python と Sketch というのがあるんですけども、SOC の方に何かやらせたい場合は Python で書いて、マイコンに何かやらせたい場合は、こちらの Arduino 言語を使うといった流れです。では実際に動かしてみます。意外と時間かかりますね。今30秒ぐらい経ちました。はい。だいたい1分ぐらいでこんな感じでちゃんと動いてますね。これは曇りマークでしょうか。しっかりとマトリックス LED に表示できています。Arduino のスケッチを見てみると、どうやらトリノの天気を表示しているようです。今動かしたもの以外にもたくさん作例がありますので、どんなことができるのかというのを見てみると良いと思います。かなり幅広いことができそうですよね。次はパソコンに接続しないでこのボードだけで使うスタンドアロンモードを試してみます。シングルボードコンピューターとして使おうというわけです。ただディスプレイとか必要なのでこのように USB ハブに接続して外部ディスプレイやマウスやキーボードは使います。このホーム画面の下の方にアプラボがあるんですけども、そこを開くとですね、パソコンと同じように開発ができるようになっています。動きはですね、なんか若干もっさり感っていうんですか、めちゃくちゃサクサク動いてるっていうわけではないです。こんな感じで Web ブラウザーなんかも操作していますけども、やっぱり遅いですね。これはネットの速度が遅いっていうよりかは単純に処理速度が足りていない感じの遅さです。あんまし Web ブラウジングバンバンするような使い方のものでもないので、このあたりは許容範囲ですね。今回使っているのは RAM が 2GB のモデルなんですけども、4GB モデルも出るようなので、そちらを使うとスタンドアロン版の動作も多少快適になりそうです。アップラボの方に戻ります。基本的な使い方については先ほどパソコンでやったものと変わりません。SOC だけ使うようなやり方もできますし、マイコンだけで使うようなやり方もできます。そしてそれら両方を組み合わせたハイブリッド的な使い方もできます。実際のデモとしてこちらのカメラを使った物体認識をやってみます。USB ハブにカメラつないでますね。スタンドアローン版のアップラボなんですけども、ReadMe の画像がなぜか表示されないんですね。これはなんでかよくわかんないです。こちらのコードを見てみると Python だけなのでどうやら SOC だけ使うやつみたいですね。実行してみます。はい。お、映りました。こちらの Web カメラを使って今手元にあるマウスとハサミを映しています。こんな感じでちゃんと物体認識できていますね。シザースと、あと、マウスですね。手を映すと
パーソンっていう風になってますね。多分人の手ってことですかね。この画像認識の AI が UNO Q のボード上で動いているので、これなかなかすごいことですよね。しかもこれラズパイとかと違って、この上にリアルタイムで動いているマイコンも搭載されているので、SoC の方を動かしながら同時にマイコンで他の機器を制御してみたいなこともできてしまうわけです。というわけで、Audio の UNO Q を簡単にですが触ってきました。従来通りパソコンにつないでマイコンボードとして使うこともできますし、スタンドアロンモードでこれ1台で開発できるというのもなかなか良いです。UNO Q はマイコンプラス SoC という形になったので、できることの幅が広がったというのが一番の利点です。今までの Arduino とは方向性は違っていますが、これはこれで結構いいんじゃないかと思います。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、コメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。